皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今日もわかりやすい日本語で皆さんとお話をしていきたいと思います。はい。今日のお題は、日本の LGBTQ です。はい。LGBTQ。はい。LGBTQ に当てはまる人にとって、日本を訪れるとき、ちょっと不安な気持ちになったりとか、日本人は自分に対してどういう反応をするのかなって考えたりとかする人もいると思います。はい。で、結論からお話をすると、日本のどこに行くかによって LGBTQ に対する反応っていうのは違うと思います。これはもうどの国に行ってもそうだとは思います。でも日本もそうです。具体的にはやっぱり大都会、東京とか大阪とかであれば、いろんな人がたくさん集まる場所ですね。だから LGBTQ についてもそんなに特別視をされないというか、特にね、なんか否定をされるみたいなことは、あまりないんじゃないかなと思います。でも、一方で、田舎に行くと、やっぱりね、日本ではかなり、特別なもの、普通ではないものとして囚われてしまうと思います。なので、もしかすると、悲しい経験になってしまったりとかもするとは思います。はい。そもそもなんですけど、日本では、カミングアウトをする人がすごく少ないって言われてるんですね。カミングアウト。つまり、自分が LGBTQ に当てはまりますっていう、自分はこういう人ですっていうのを、例えば親とか、友達とか、会社の人とか、周りの人に打ち明ける。伝えるっていうことをカミングアウトって言いますね。で、そのカミングアウトをする人が少ないっていうのは、やっぱり周りに打ち明けることに対して抵抗がある人が多いってことですね。本当のことを言えずに隠してる。そういうことですよね。はい。で、その理由って多分なんですけど、日本の文化は結構関係してるかなって私は思います。はい。今回の動画ではそういうね、日本で LGBTQ の人がカミングアウトをしにくい理由とか、もし今見ている皆さんが該当者なら、どうすれば日本でのね、生活を楽しめるかっていう、そういうお話をしていこうかなと思います。チャンネル登録といいねボタンとコメントで応援をお願いします。はい。日本では LGBTQ のカミングアウトをする人が少ないって言ったんですけど、私自身もやっぱりそれは感じています。私自身は LGBTQ には該当しないんですけど、周りにも該当するっていう人はすごく少ないです。日本では男性で LGBTQ に該当する人にまだ私は出会ったことがありません。女性はあります。女性も男性もどっちも恋愛対象っていう人が友達にはね、います。でもね、男性は日本国内では会ったことがないんですよね。でも私、オーストラリアに1年間ワーキングホリデーをしていて、その時には日本人男性でゲイの人っていうのも出会いました。で、すごく仲良くなりました。やっぱり彼も日本にいるよりオーストラリアにいる時の方が自分として生きやすいっていう風には言っていました。で、この理由なんですけど、おそらく日本ではね、みんな一緒がいい、みんな一緒が当たり前、こうやってね、考える傾向が強い国だと思うんですね。具体的には、例えば、学生の頃、学生の頃は、みんな同じ制服を着て学校に通います。で、日本人はほとんどアジア人だから、みんな当然髪が黒いんですね。みんな髪が黒くて、目も黒くて、で、日本ではいつも同じメンバーが教室にいて、みんな同じ授業を受けるんですね。授業によって学生のメンバーが変わるっていうことは少ないです。だからもうみんな同じなんですね。みんな同じなのが当たり前っ
っていう環境で育ちます。逆に、人と違うことをして目立つっていうのはダメなこと。おかしいこと。そういう風な環境で育つんですね。でね、日本語にはこれを表現することわざがあります。それは、出る杭は打たれる。出る杭は打たれる。っていうのは、もうその言葉の通り、杭っていうのは、何かね、物を止めるためのものですね。杭を打って、例えば木とかを固定します。で、その杭がね、出てると、打たれるんですよね。打って、木に差し込んで、木を固定する。だから、出ていたら、打たなきゃって言って打たれます。で、その言葉の通りで、日本では、目立つ人は、杭みたいにね、頭を打たれて、戻れ引っ込めって、他の杭と同じようになれって、そうやって叩かれてしまう文化なんですよね、結構。でもね、このことわざの意味は、目立つことが悪いって言ってる意味ではないです。ただただ、目立つ人っていうのは打たれるものだよっていう、そういうお話ですね。ただしね、やっぱり日本だと人と違うっていうのは目立つことで、目立ってしまうと、やっぱり注意されたりとか、怒られたりとか、笑われたりとか、そういう対象にはなりやすいんですね。で、これが LGBTQ と同じかなっていうふうに思っていて、多くの人が異性が好きですね。だから、そうじゃない人はおかしい。異性が好きなのが当然だから、そうじゃないと変だ。そうやって思われてしまう。同じじゃない人は変だっていうふうに考えられてしまうっていうのが日本の傾向かなというふうに思います。だからカミングアウトがね、しにくいんですよね。カミングアウトをして自分が人と違うっていうことを言ったら、もしかしたら周りに指をさされて笑われるかもしれない。あるいは、お前は変だって否定されてしまうかもしれない。もう関わりたくない、来ないでって距離をね、置かれてしまうかもしれない。そうやって思う人が多いんだろうなっていうふうに私は思います。とはいえですよ。時代が変わるにつれて、人々のね、社会性っていうのも変わっていて、特に若い人、は、もうもっと寛容です、最近は。寛容。広い心をね、持っていてとか、広い視野を持っていてとか、そういうことを寛容って言います。だからね、最近の都会だったら、そんなに気にすることもないかなとは思います。特にね、20代前半とかで、若い人だったら、もう、ほとんど気にしないっていう人も多いとは思います、最近は。ただね、やっぱり、地方に行くと、特に日本は、年寄りが多い国なので、昔ながらの考え方で、大半と違う人はおかしいって考える人もいるとは思います。なので、相手を見てね、ぜひ、カミングアウトが必要かどうかっていうのは考えた方がいいかもしれないです。でもね、相手にどんな対応をされても自分は気にしませんって言うなら、もう全然それでいいと思います。本当にこればっかりはね、人それぞれの考え方だと思うので、出会う人によって、反応が違うっていうのは、これは LGBTQ だけじゃなくて、いろんなことに対して言えることかなと思います。もしかしたら、全然気にしないよっていう人に出会って、いい経験ができるかもしれないし、すごくね、否定をする人に出会ってしまって、悪い経験をするかもしれません。でもね、きっとそれってどの国に行っても同じですよね。その苦労っていうのは該当をしている人が一番ね、経験しているものだと思います。だからね、ぜひ、自分を受け入れてくれる人っていうのがどこにいるかっていうのをぜひ探してね、そこはね、皆さんも関わる人をぜひ選んでいい経験ができるように、そういうところに足を運んでみてほしいなと思います。それこそ東京の新宿とかに行くと、大きいそのゲイ通りみたいなところがあるんですね。新宿2丁目だったかな。
そういう人たちがやっているお店があるんですよ。だから、よかったらね、そういうところに行って、友達を作ったりとかすれば、もしかすると楽しいかもしれません。はい。ということで、今回は日本の LGBTQ についてお話をしました。多分、これから日本はもっともっと LGBTQ については理解を示すようになっていくと思います。でもね、ちょっとね、日本のその受け入れ方っていうのがちょっとポイントがずれていることが結構あるなと私は思っています。多分、その LGBTQ の人が本当に求めていることはそうじゃないよなっていうことを日本は結構してたりして、なんかもうちょっとね、ちゃんと理解し合うには時間がかかるんだろうなって思います。でも理解はしようとしてるんですよ。してるけど、ちょっとやり方が違う、ちょっとずれてるところがあります。そういうお話も、もしこの動画が人気だったら、お話をね、してみようかなと思うので、こういう動画がいいなと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録とコメントをお願いします。この動画の台本は私のパトレオンで読むことができます。ぜひ読み書きに活用してみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。